よし、やっと来たぜ。フィグマメタルギアソリッド2サンズ・オブ・リバティよりソリッドスネークアップデートエディションの紹介。これなかなか発売されず、ずっとやきもきしていたんですけど、喉元すぎればなんとやら。では、開けていくぜ。よし。なんかね、時代がメタルギアの世界に追いつきつつありますよね。戦闘ドローンしかり、電子タバコしかりね。よし、では出てこい。でででん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 、つくつくでんでんでんと。よし。楽しみにしていた。これもね。フィグマはね、久々ですね。この持った瞬間が好きなんですよ。いいな。かっこいい。よし。ではね、中身の方すべて取り出していこう。はい、取り出しまして、サイズ比較から見ていこう。まず大きさなんですけど、センチで言うと、だいたい、位置を合わせると、15.5 センチかな。フィギュアーツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。他のスネークたちとも並べてみようか。両サイドにあるのはどちらもリボルテックのスネーク。左にあるのが後のビッグボスネイキッドスネーク。真ん中のソリッドはね、こいつのざっくり言えばクローンで、左にあるのがベノムスネーク。こいつは言うのはやめておこうか。そしてこちらも同じくリボルテックのライデン。来ましたね、この並び。オタコンがスネークの最高のバディとするなら、最強のバディがこのジャック・ザ・リッパー。今回紹介しているスネークはメタルギアソリッド2サンズ・オブ・リバティという作品に登場するんですけど、そのゲームの主人公がこのライデン。リボルテックのフィギュアとしては別ゲームのライデンなんで、この並びはありえないんですが、比較としてね、メタルギア4でライデン出てきた時は目から脳汁が滴り落ちましたね。そしてこちらはいつ発売だったかな、失念しましたが、結構前に発売されたもの、フィグマのソリッドスネーク2のスネーク。今回の商品はこいつのアップデート版になるんですが、開封時顔しか見ていなくて気づかなかったんですが、細部まで見ていたんですけど、全体的なカラーは違えど、素体ほぼこれの流用ですね。アップデートバージョンというよりリリウス版に近い。なるほど、頭部および一部は新造形ではあるものの、初版が発売されてかなり経っているので、完全新造形で期待していたんですが、値段が値段だけにこれはちと残念。でもご覧になってお分かりになるように、こちらね、古いとはいえめちゃくちゃ出来が良くて、当時からすでに完成されていたんで古臭さは感じないものの、やっぱゲーム史上屈指の人気キャラクターなんで、作り直すくらい気合い入れて欲しかった感じはある。なんならね、スニーキングスーツ各部の塗装やウェザリングなど、当時の方が見栄えいいとも言えなくはない。全体的なスタイルは悪くないし、初期版当節入手困難なので、当時買えなかった方々のことを思えば、これはこれでよしとするかね。ごめんなさいね、なんかさっきから愚痴ばかり言ってね。もうね、俺スネーク大好きなんで、なのでさっきからね、触っていて、いいだの悪いだのずっとそんな気持ちのリフレインですよ。頭部を見てみましょう。さっきも言ったんですけど、これは完全新規ですね。おそらくデジタルプリントは使われているでしょう。ゲーム中のスネーク推し、スネーク？この時はプリスキンか。でもスニーキングスーツ着てるんでデイビッドでいいのかな。どっちでもいいか。初期版とは違い、髪の毛のボリュームや分け目など再現度は高いですね。で、これね、個人的な感想なんですけど、このスネークとして若干違和感ある感じも、メタルギアソリッド2サンズ・オブ・リバティのゲームグラフィックを忠実に再現していると思いますね。横顔かっこいいな。
古い方を見てみると、すいません、その前に、俺顔にちょっとウェザリングかけています。オリジナルとは若干色違うのでご了承を。こうやって見ると、先ほどのやつ進化しているのがよくわかりますね。がしかしね、古い方が出来悪いとは言わない。これはこれですごくいい。新しい子を迎えたからといってこの子がお蔵入りすることは絶対ありませんね。こちらは交換用フェイスの食いしばり顔。これも素晴らしい出来ですね。かっこいい。初期版は左目線固定でポーズに制限があったんですが、今回は正面を見据えているんでいろんなポーズで遊べる。さっきの通常顔もそうですけどもね、こうやってうつむかせるとさらにかっこよさが増しますね。可動範囲いきましょう。まずは頭部。接続箇所は頭と首の付け根と、あと髪の毛がこのように動きますね。それを生かして後ろへはここまでで、うつむきはここまでできて、傾きはちょっとしか取れないかな。でもこのようにぐりぐり動かすことができますね。上半身、まず肩および腕なんですけど、腕の接続ジョイントを見るとこのようなものが使われているので、上下へはここまで動き、前へはここまで引き出せるので、ハンドガンの両手構えは余裕でできますね。で、ここね、バイセップスの可動はありません。で、肘はここまで曲がって、肘自体でこのように動き、手首はこのような可動ですね。胴体、接続箇所は胸と腰ですね。で、このお腹の部分のパーツ、ここはね、新規パーツになっています。新規により可動範囲が格段に上がっている。まず、このように引き出すことができて、後ろへはここまでいけて、うつむきがここまでいけるんですね。胸の部分でぐりぐり動くんですが、ここね、ちょっと緩い、フィグマの悪いとこが出てますね。これ緩いですね。で、マガジンポーチで可動があって、腰でね、このように傾き取れて、一周はちょっとしづらいかな。下半身、股関節に引き出し機構は多分ありませんね。前はここまでいけて、後ろへはここまでかな。股割りはここまでできて、このニーサポーターの境目で可動があって、でブーツでの可動はありませんね。膝はここまで曲がって、足首後ろはこう、前はこう、つま先可動あって傾き取れますね。付属品いきましょう。これも古いものとほぼ同じか。まずアサルトライフルが1丁、そしてそれに取り付けるマズルフラッシュのエフェクトパーツが1つ、サプレッサー付きハンドガンが1丁。交換用手首パーツは開き手が左右分と何かを持つ用の手、これも左右分。そしてこちらはアサルトライフルのハンドガードを持つ用の手かな、これは左手のみ。そしてアサルトライフルとハンドガンそれぞれの持ち手。こちらはエルード用の手首、エルード、つまりぶら下がり。取り付けるとこんな感じになるらしいんですけど、なかなか遊び方が難しいアイテム。帯番につけてほしい。そしてこちらはある意味必須アイテムとでも言えるかな。段ボールですね。ここにのりしろと書いてあるので、組み上げてあげるとこんな感じになりますね。これはなかなか遊べそう。いやー、しかしね、もう一度言わせていただきますけど、自分スネークめちゃくちゃ好きで、その出会いはね、どうだろう。かれこれ30年以上前になるかの。わしが小学生4年か5年かの花垂れわらしの頃じゃったか。MSX というものがあっての、ホビーパソコンとかいうやつじゃ。それで初めてプレイしたのがメタルギアだった。自分兄貴がいまして、こういう人前だけは兄貴と言いますが、家ではひろし兄ちゃんと呼んでいたんですけども、そのひろし兄ちゃんが MSX 持っていて、兄ちゃんの目を盗んでメタルギアひたすら隠れてプレイしていましたね。勝手にゲーム機使うとなぜかしばかれるんでね。
そこから育成層、ファミコン、プレイステーション、ゲームキューブ、PSP、あと 3DS でもあったか。ほぼプレイしていますね、メタルギアは。そのメタルギアシリーズの中でもね、俺が大好きで、そして大嫌いなのがゲームキューブ版メタルギアソリッドザ・ツインスネークというタイトルで、プレイステーションのメタルギアソリッドのリメイクなんですけどね、そのゲーム。これね、ムービー演出が映画監督の北村隆平さんが担当されていて、北村隆平さんといえばね、バーサスですよね。あれめっちゃ好き。まあそれはそれとして、北村監督はアクション演出に定評がある方で、なんでツインスネークのアクションムービーシーンはめっちゃかっこいいんですよね。でもね、このゲームにはものすごい不満がありまして、それはね、英語音声しかない。これはね、タオル噛みちぎるほど悔しかった。大塚明夫さんや銀河万丈さんや鶴ひろみさんなど、他のね、レジェンド声優の声が聞けない。これは本当に悔しかった。まあそんなこと言ってもね、仕事してくれた英語の声優さんたちにも悪いんでね、プレイし続けたんですけど、嫌いな作品になった決定的な場面がね、ゲーム終盤の終盤にこのソリッドスネークがラスボスであるリキッドスネークに向かってリキッドって大塚さんが奉公するんですが、まだ聞いたことない方いらしたら何かしらの手法で聞いてみてください。神がかったストーリー展開と演出が相まって、その奉公を聞いた瞬間、背筋に寒気とおぞけが走り全身総気立ちますから、マジで。でもね、英語音声だとその場面、リキッドってなんかね、つぶやくような音声なんですわ。そこでめっちゃ萎えて、もうね、萎えすぎて、ラスボス戦の途中にもかかわらず、そこでゲームやめた記憶がある。そしてこれまた衝撃的だった今回紹介しているスネークが登場する作品、メタルギアソリッド2サンズ・オブ・リバティ。まさかの主人公交代、当時嘆きましたね。スネークちゃうのってね。でもね、ゲームプレイした方ならお分かりいただけるでしょう。もう面白い。面白すぎた。最高の脚本だった前作に負けず劣らず仕上げてきましたね。素晴らしいストーリーでしたよ。そして何よりね、堀内ライデンがかっこよすぎる。スネークもいいけどライデンもいい。いやー、本当に幸せな時間でしたね。ゲーム終わってからしばらくぼーっとしてましたもんね。それに小説もすべて読んでいて、まあメタルギアと名の付くものにはほとんど食いついてきたとゆえに、30と数年俺のゲーム史の中で一番好きなゲームキャラがこのスネークなんですよね。なのでこれももう一度言わせてください。作り直してほしかった。今の技術でスネークのアクションフィギュア欲しかった。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。